全てはたった1ヶ月前、ソニーから届いた1本の連絡からこのレビュープロジェクトは始まりました。アキラさん、とんでもないカメラが出ます。その瞬間に頭に浮かんだのは5年前に登場したあの1台でした。そう、FX3。2021年、映像業界の一つの基準を作ったカメラです。世界中のクリエイターが手に取り、数えきれない作品を生み出してきた名機です。でも2026年現在、ソニーのミラーレスカメラは動画性能の面では少し足踏みしているように見えていました。オープンゲート記録はない、ロー動画の内部収録もない。周りを見渡せばこの数年で動画カメラは大きく進化しています。だからこそ僕たちはソニーが次に何を出すのか、それをずっと待っていました。でもその頃の僕たちはこのレビューを引き受けられる状況ではありませんでした。7月のスケジュールはすでに限界です。海外ロケが日本、新作プラグインのリリース、そしてセール。正直このプロジェクトを受ける余裕なんてどこにもなかったんです。それでも実機が届き、手に持った瞬間、やるしかないと、そう思ってしまいました。そこからはスケジュールを一から組み直しました。すべてはこのレビュー動画を公開するためです。情報解禁日である7月22日には間に合わせることができませんでした。本当に申し訳なかったです。でも絶対に中途半端にもしたくなかったんです。ソニーが5年間かけて出したこの答えをちゃんと確かめてきました。この動画が公開されている頃、僕はスイスでハネムーン中だと思います。スイスで撮影した最後の素材を編集チームに渡し、全てがうまくいっていればこのレビュー動画は公開されているはずです。アキヤムービー史上最も無理をして最も感情で動いたカメラレビュー。FX3 の登場から約5年、ソニーは何を考え何を作っていたのか。このプロジェクトにはスペックだけでは終われない特別な何かがあります。それでは本編に入る前にこの FX5 で撮影した美しい映像をご覧ください。FX5 の最大の進化点は何ですか？そう聞かれたら僕は迷わず答えます。XOCN の内部収録です。これはソニー独自のローフォーマット、つまりこれまで上位機種のシネアルタシリーズだけに与えられていたロー動画のワークフローがついにこの FX シリーズにも降りてきたということです。正直に言えば2026年の現在、純粋な画質だけを比べるなら FX6 も FX3 も α1M2 も α7V5 もどれも十分すぎるほど美しい映像が撮れます。多くの人はこの2つの映像を並べても一目で違いを判断するのは難しいことだと思います。だからこそここで大事なのは、なぜ FX5 に XOCN が必要だったのか、そこを知ることです。ロー動画というと難しそう、編集が大変、設定が複雑そう、そんな印象を持つ人も少なくないと思います。でも実際にはその逆だと僕は考えています。撮影現場では全てを完璧にコントロールできるわけではありません。例えば撮影時のホワイトバランスを間違えてしまった時、ISO 設定を間違えて適正露出で記録できていなかった時、これらは通常の映像であれば後から補正をしても限界があります。でもロー動画ならホワイトバランスを戻して露出を整え、センサーが記録した本来の情報をそのまま編集工程まで引き継ぐことができるんです。ピントが合っていて完全な白飛び、黒つぶれが起きていない素材であれば、通常の映像よりも救える可能性というのがとても高くなります。撮影後に余白が残っているということ、それが僕にとって一番大きな価値です。でもその余白には当然代償があります。それがデータサイズです。シネアルタシリーズのベニス2では XOCN に ST、XT、LT という3つの記録方式が用意されています。今回の FX5 では高ビットレートの ST と XT は省かれ XOCN-LT が搭載されています。この動画を見ている方の中には FX3 や α7S3 ユーザーも多くいると思います。そういう人たちにとってロー収録というのが特別な日の設定だけに終わってしまったら意味がありません。そこでソニーが用意してきたのが新しい記録方式 XOCN-C1、そして XOCN-C2 です。
C1、C2 の C はコンパクトの略で、従来よりも大幅に軽いファイルサイズで内部ロー収録を実現するためのフォーマットです。実際 1TB のメディアを使った場合、XOCN-LT で 5K16 対9 59.94fps に設定すると記録時間は約86分。それに対して XOCN-C1 では約115分、XOCN-C2 であれば約143分まで記録することができます。もちろんこの C2 であったとしても、オールイントラよりはデータサイズが大きく、これまでのコーデックと全く同じ感覚で扱えるわけではありません。それでもローとしての編集体制を残しながら、従来の XOCN-LT よりもかなり長く記録することができるようになったことで、ロー収録をより現実的な撮影フォーマットとして使えるところまで落とし込んできました。それでは XOCN-LT、C1、C2 で画質はどれぐらい違うのか、結論から話すと、少なくとも僕たちが検証した環境では XOCN-LT、C1、C2 の画質差を明確に感じることはできませんでした。いくつかのシーンで検証をしてみましたが、今のところ結果は同じです。なので現時点での僕たちの結論としては、間違いのない最高画質を優先する撮影では XOCN-LT を選択しますが、日々の撮影や長時間の収録、データ量を抑えたいような現場では C1 や C2 を積極的に選んでもいい、そういうふうに感じています。まさにここにソニーが5年間かけて用意してきた答えの一つがあると思います。本当にね、ソニーの圧縮技術の高さには毎回驚かされます。では実際にブラーノの XOCN-LT と比べて FX5 の XOCN はどこまで近づいているのでしょうか。そしてこれまでの FX シリーズと画質や色味に違いがあるのでしょうか。ここからは実際の映像で確かめていきましょう。ぜひ皆さんも自分の目で違いを見てみてください。皆さんはこれらの違いを正確に当てることはできましたか？僕の感覚では FX5 はブラーノのような濃厚なシネマルックそのものではないかなと感じています。ただ FX3 や FX6 よりもシネアルタ側に一歩近づいた、そんな印象もあるんです。これまでの FX シリーズのルックを残しながら上位機種であるシネアルタの質感を少しだけ引き寄せたような、そんなルックに僕は感じました。さらに FX5 では XAVC-HS、XAVC-S、XAVC-SI まで選ぶことができます。記録フォーマットごとの対応フレームレートとビットレートというのは一覧にまとめておいたので、ぜひ参考にしてみてください。今までは正直 FX3 や FX6 を使ってきて、記録フォーマットの選択肢に不便さを感じる場面がいくつかありました。特に FX6 では 4K で10ビット422の映像を残そうとすると、実質的に XAVC-SI であるオールイントラを選ぶしかなかったんです。そう考えると FX5 で記録フォーマットをより幅広く選べるようになったということは、日頃の業務の負担を減らしてくれるような大きな進化だと僕は思っています。ただ一つだけ事前に知っておいた方がいいことがあります。FX5 では XOCN から XAVC-HS やオールイントラに記録方式を切り替える際にカメラが自動的に再起動します。そして撮影したクリップをプレビューする際も少し注意が必要で、 XOCN で設定しているときは XOCN で撮影したクリップのみが表示される設計になっています。大きな欠点というほどではないんですが、記録方式を頻繁に切り替えたい場合はその度に少し時間がかかるということは知っておいた方がいいかなと思います。そして今回も FX5 で撮影したサンプルデータはビジュアルパークで無料配布しています。この先行配布にソニーも快く承諾してくれています。ロー動画をまだ触ったことがない方もぜひ実際に編集をしてこのカメラの実力を確かめてみてください。ソフト側がまだ対応していない可能性もあるので、その場合は少しお待ちください。ほぼ全ての撮影パターンで FX5 の撮影素材を用意しておきました。ここまで見てきた XOCN 内部ロー収録というのは撮影後の自由度を広げる進化です。では撮影しているその瞬間というのは何が変わったのでしょうか。
FX5 には最大 4K240fps やオープンゲートによる 5K120fps、 進化したオートフォーカスやさらにはトリプルベース ISO が搭載されています。ただ XOCN での 5K120fps と 4K240fps に関してはソフトウェアアップデートバージョン2での対応予定とのことです。このアップデートは2027年8月以降みたいですね。いやちょっと待って、1年以上はさすがに遅くないですか？でもこれらはバラバラに存在している機能ではなく、全ての中心にあるのは今回新しく搭載された積層型の CMOS センサーです。一般的な非積層型センサーでは光を受け取る画素部分と信号を読み出す回路が同じ基板状に構成されています。それに対して FX5 に搭載された積層型センサーというのは光を受け取る画素層と信号処理を行う回路層を立体的に重ねることでセンサーからの映像信号をより高速に読み出すことができる、そんな仕組みになっています。この読み出し速度が上がることでまず大きく変わるのがローリングシャッターです。動きの速い車体や横方向にカメラを振った時に出やすい歪みを従来よりも大きく抑えることができます。FX5 と FX3 のローリングシャッター現象の違いはこのような感じです。並べて比べてみると確かに FX5 の方がより少ない印象を受けています。そしてオートフォーカスにとってもこの読み出し速度は重要です。センサーの読み出し速度が速くなることで被写体の位置や動きをより短い間隔でカメラが把握できるようになるんです。さらに FX5 には最新の Beyond XR2 が搭載されているのでオートフォーカス性能はかなり強力です。もちろんタッチトラッキングにも対応していて高速に動く被写体を撮影していたとしても基本的にはフォーカスを失うことはありません。では暗い場所だったらどうでしょうか？低照度環境でのオートフォーカス精度を FX5 と FX3 で比べてみたところ FX3 であれば顔全体を認識するのが精一杯になったような環境でも FX5 では瞳を捉え続けてくれる場面が多くあります。 FX3 に搭載されているのは一世代前の Beyond XR、一方で FX5 には最新の Beyond XR2 が搭載されていることもあり、このオートフォーカス精度の差というのはかなり大きいなと感じています。ローの余白を持ちながらフォーカスはカメラにかなり高い精度で任せられる。これはフォーカスプランのいない少人数の現場であったりワンオペで撮影する映像クリエイターにとって本当に大きな価値になると思います。オートフォーカスについて僕が唯一不満を言うとすれば、せっかくソニーの AI チップを搭載しているのに現時点では認識できるのが人物、動物、鳥の3つだけということです。アルファのミラーレス機のように様々な被写体を認識できるというわけではありません。ここはね、ファームウェアアップデートなどで改善されてほしいところだと思っています。そしてついに3対2のセンサー全域で撮影をすることができるオープンゲートにも対応しました。カメラが持つ3対2のセンサー全域で撮影することにより従来の16対9の大きさよりも縦の幅で多くの情報を記録することができます。これにより編集時に画角を変更したり縦サイズに切り出したりと柔軟性の高いワークフローが可能になるんです。さらに高速な読み出しというのは 4K240fps や 5K120fps といった高フレームレート記録にも関係してきます。高フレームレートの最大の魅力はスローモーションです。5K であれば最大5倍、4K であれば最大10倍のスローモーション表現が可能になります。このスロー撮影は僕たちもかなり好きな表現の一つです。流れる時間をゆっくりにすることで普段なら見逃してしまうような表情であったり動きの小さな余韻まで見ることができるようになります。しかも 120fps 以上で撮れると手持ち撮影であったとしてもスライダーやジンバルで撮影した表現にかなり近づきます。もちろん設定によっては画角や解像感に多少の変化はありますが、ただ少なくとも僕たちの使用ではその変化が気になる場面というのはほとんどありませんでした。結構さらっと紹介しましたが 5K120fps ですよ。このサイズのカメラでその数字を見る日が来るのはもう少し先のことかなと思っていました。FX3 や α7S3 がここまで愛されてきた理由の一つに暗い場所でも撮れる、そんな安心感がありましたよね。普通なら撮影を諦めるような光の足りない環境でも ISO12800 に切り替えることでノイズを抑えながら撮影を続けることができてきました。この安心感を買うためにソニーを選んでいたユーザーも多くいると思います。そして今回の FX5 ではその考え方がさらに一段進化しました。
ISO800、ISO4000、ISO12800、FX5 にはこの3つのベース ISO が用意されています。そう、トリプルベース ISO です。まず ISO の仕組みを簡単に説明しておくと、センサーに入った光は電気信号に変換されます。そして ISO とはその電気信号をどれくらい増幅するか、そういう考え方です。例えるならマイクで撮った音を後からどれくらい大きくするかに近いことです。音量を上げれば声は大きく聞こえますが、でも同時にノイズまで一緒に大きくなってしまいます。映像でも同じで ISO を上げれば映像は明るくなりますが、その分ノイズも増えやすくなります。ではベース ISO とは何なのか。これはただ同じ信号を無理やり持ち上げるというものではなく、センサーから信号を読み出す段階のゲイン設定そのものを切り替えています。つまりただ後から明るくしているのではなく、カメラ内部で電気信号の扱い方そのものが変わるということです。だから高感度側のベース ISO に切り替えると、ただ ISO を上げるよりもノイズを抑えた状態で明るい映像を記録しやすくなります。今回は同じシーンをそれぞれのベース ISO で撮影し、同じ明るさで露出を揃えています。注目してほしいのはスキントーンと暗部のノイズ感です。 ISO800 が最もクリアでノイズも少なく見えています。ISO4000 では少しノイズが増えますが、スキントーンは十分に自然です。ISO12800 まで上げると暗部のノイズや肌のわずかな変化は見えてきますが、 ISO4000 との差は意外と大きくないかなと思います。ベース ISO で撮影しておけばどれも十分すぎるほど実用的かと思います。そしてこのトリプルベース ISO や高感度性能を支えている要素の一つが FX5 の有効画素数です。約1660万画素。近年の写真機と比べるとかなり低めの数値だと思います。でも動画機としてはとても割り切った設計になっています。画素数を抑えることで1画素あたりの受光面積を確保しやすくなり、高感度性能や読み出し速度の面で非常に有利になってきます。そして FX5 は最大 5K まで対応しているので、多くの用途では大きく困る場面は少ないかなと思います。ただ僕たち YouTuber やレビュー制作者の目線で言うと、高画素センサーの方が実は相性が良かったりします。例えば編集時に少しクロップをしたいとき、拡大してパーツを見せたいときには画素数が多いカメラの方が後処理の自由度が高くなるんです。全てを詳しく解説すると長くなってしまうので、実写映像の比較を見ていただきたいのですが、 FX5 の 5K 素材と FX3 の 4K 素材、そして FX2 のオーバーサンプリング 4K 素材を並べて拡大をしてみると、それぞれの画素数によるクロップ体制の違いを感じられるかなと思います。YouTube 編集としては FX2 のオーバーサンプリング 4K の方が扱いやすい場面というのもあるんです。そしてもう一つ、低画素設計による割り切りとして FX5 では 4K でのスーパー 35mm モードは対応していません。ミラーレス機でいう APS-C クロップのような使い方をしたいときや、スーパー 35mm のレンズを使用したいときには最大 3.2K になってしまうのは一つ注意点です。ここまででこの FX5 の内部性能については十分に話してきました。でも大事なのは実際にこのカメラの使い勝手がどうなのかということです。冒頭でもお話しした通り、このレビュー動画が公開されている頃、僕はスイスにいるはずです。FX5 をスイスに持ち出して旅の中でできる限り撮影をしてきました。限られた時間、限られた機材、そして限られた光だけでの撮影です。このカメラがどこまで作品を作れるのか、ここからは FX5 で撮影したそんなスイスの映像をご覧ください。今回改めて感じたのは FX5 というのは何もプロの撮影現場だけで使うカメラではないということです。旅先でふと出会った景色や歩きながら見つけた光景、そしてその場の空気感まで、そういうものを気軽にとにかく楽しく本当に高いクオリティで記録できる。旅行先にブラーノを持っていくのはあまりにも現実的ではありませんよね。でも一生に一度かもしれない時間を撮影後に余白の残るような形式で美しく記録することができる。この撮影体験はね、本当に素晴らしいものです。
もしロー動画を使ったことがない方で興味がある方は FX5 で撮影した動画データを無料で配布するので使ってみてください。 XOCN で記録した素材がどれほどの編集に耐えられるのか、どれくらい画質に余白が残っているのか、実際に編集ソフトで扱いながら確認できるかと思います。これらのサンプルデータは僕たちが応援するビジュアルパークから無料でダウンロードすることができます。そしてビジュアルパークでは日本と米国以外からでも購入ができるようになりました。気になる方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。ということでレビュー本題に戻ります。ここまで話してきたのは全て FX5 の中身の進化についてでした。ここからは実際の使用感に変わるカメラボディについても話していきます。FX5 を初めに手に取って最初に驚いたのはボディサイズの小ささです。正直ここまでの性能を詰め込んでいるのであれば FX3 と FX6 の中間ぐらいのサイズになるかなと思っていました。でも実際には FX3 から約 20g 重くなっただけで並べて比べてみると確かにわずかに厚みは増しています。でも運用面でストレスが増えるような感覚というのは全然ありませんでした。人によって感じ方は違うと思いますが、少なくとも僕たちの使用では本当にわずかな変化です。そしてボディサイズ以上に大きく変わったのがこのモニターです。FX5 にはミラーレス機の上位モデルでも採用されている4軸マルチアングル液晶モニターが搭載されています。チルトとしてもバリアングルとしても使えるので、これは文句なしに便利ですよね。そして驚いたのがこのモニターサイズです。3.5 インチ約276万ドットの高繊細な液晶モニターを採用しています。このモニターの綺麗さは撮影体験にかなり直結します。撮っている時からもう楽しいんです。とにかく本当に綺麗なんです。しかも16対9の比率なので完全に動画に割り切った設計だと感じています。で僕が唯一ソニーのモニターで気になるところがあるとすれば、長く使っているとこの接続部分が少しずつ緩んでくることです。今ね FX3 ユーザーの方が多くの人が今うなずいてくれてると思います。まだ数週間しか使えていないのでこれが改善しているかどうかは分かりません。ただこれから 4,5 年使うことになると思うので、ぜひ改善されていることを期待したいです。そしてメディアについても触れておきます。FX5 が対応しているメディアは CF エクスプレスの Type A カードです。ただ最大の問題は FX5 の XOCN 内部記録では VPG400 のみ動作保証されているということです。インターフェースではマイクロ USB が廃止され、代わりに USB Type-C を2ポート搭載しました。その他にもマイク端子、ヘッドホン端子、フルの HDMI 端子や LAN 端子を標準搭載。モニター構造の改善によりケーブル干渉もしないので FX5 のインターフェースはかなり完成度が高いと感じています。そしてもう一つ大きく変更されたのがバッテリーです。FX5 ではこれまでの NP-FZ100 バッテリーではなく新しい NP-SA100 が採用されています。せっかくこんなにも FZ100 バッテリーを揃えてきたのに、これもまた初期費用のかかるポイントです。バッテリー持ちについては最も負荷の高い XOCN-LT で 5K3 対2 59.94fps で記録した場合 100% の状態から約1時間54分13秒を記録することができました。また XAVC-HS422 の 4K24fps で記録した場合は 100% から 0% まで約1時間56分57秒を記録することができました。同じバッテリーを採用している α7R Mark6 や従来の NP-FZ100 を採用している FX3 と比べてみると FX5 はモニターが大きくなって冷却ファンも強化されているので消費電力は決して小さくはなさそうです。そして気になるところで言うとやっぱり熱耐性、長時間の収録です。結論から言えば心配はいらないと思います。モニターを閉じた状態で室温25度前後の環境で給電しながら長時間の収録をしてみましたが止まる気配はありませんでした。気温30度を超える日中の撮影でも警告表示が出ることは一度もありません。もちろんメニュー内で温度設定を高いにしておく必要はあります。ただ FX3 に比べてこの冷却ファンの性能は向上しているみたいで、その分ファンの音はそれなりに聞こえます。結構大きいです。もしファンの音が気になる場合はファン制御を記録時オフにするなどの設定が必要になりそうです。そして手ブレ補正についても少し注意が必要だと思います。まず FX3 と比べるとアクティブモードよりもさらに強力なダイナミックアクティブモードが追加されたという点は素直に嬉しい進化です。三脚を立てられない時などでもかなり定点撮影に近い表現ができます。ただし注意したいのが XOCN と手ブレ補正のトレードオフです。XOCN で記録する場合、手ブレ補正はスタンダードモードしか使えません。
ミラーレスカメラの強力なアクティブ補正に慣れている人にとっては、スタンダード補正だけで手持ち撮影をするのは少し心細く感じる場面があるかなと思います。つまり XOCN で撮りたい場合は、三脚での定点撮影やジンバル、スライダーと組み合わせた撮影が良さそうです。そして今回予想外に良かったのがこの外付けのビューファインダーです。約707万ドット 0.9 倍というかなりハイスペックな EVF を取り付けることができます。このファインダーは90度のチルトにも対応していて、しかもカメラのセンターに取り付けることができます。これがね、想像以上に撮影体験を変えてくれました。今でも α7S3 を使い続けている方はかなり多いかと思います。その理由の一つにファインダーの存在があるはずです。モニターだけではなく、ファインダーを覗いて撮るという感覚にはやっぱり独特の安心感がありますよね。ただでもこの FX5 写真撮影機能は一切搭載していません。これはね、完全なる動画専用機です。で、あとちなみにカメラ側とビューファインダー側の電子設定のこの保護カバーをちょっとなくしやすいんじゃないかなと感じています。でも欠点という欠点は本当にそれぐらいです。このファインダーね、本当結構いいんですよ。そして XLR ハンドルユニットも新しくなりました。今回のハンドルユニットは32ビットフロートの音声収録にも対応しています。ただしこれもちょっと残念なところがあります。まずこれまでの XLR ハンドルユニットとは互換性がありません。そしてもう一つ、先ほど紹介したこのビューファインダーとこの XLR ハンドルユニットは同時に取り付けることができません。つまりファインダーを除いて撮るのか、 XLR でしっかりと音声を記録したいのか、撮影内容に合わせてどちらかを選ぶ必要があります。音声周りでしっかり収録したい現場を考えると、 FX6 のようなボディにこのセンサースペックが搭載された FX7 なのか、あるいは FX8 なのか、そんなカメラへの期待も高まってしまいますよね。そして FX5 のボディ設計で一つ惜しいなと感じたのは電源スイッチの位置です。FX5 では FX3 と同じくボディを左側に配置されているので、電源のオンオフには基本的に左手を使う必要というのがあります。FX2 のようにボディ中央付近にあれば右手だけで操作を完結できたはずなので、ここは改善してほしかったポイントです。FX2 は切り替えの感触自体もいいんですよね。そして皆さんに最後に話したいのがメニューです。なぜこのメニューを最後に話すのか。それはここにソニーがこの FX5 に込めた設計思想が強く現れているからです。もし従来のミラーレス機に近いようなメニューの構成のままだったら、僕はこのカメラの最大の欠点としてこのメニューを紹介していたと思います。でも FX5 のメニューは大きく変わりました。ブラーノや FX6 を触ったことがある人なら馴染みのある操作感だと思います。FX3 のようにフルサイズミラーレスから乗り換えやすいメニュー構成とは違い、 FX5 にはメニューボタンを押すと表示されるステータス画面と、メニューボタンを長押しすることで表示されるフルメニューの2段階構成になっています。慣れるまでは少し時間がかかるかもしれませんが、それでもタッチ操作に対応していて、動画設定に割り切ったメニュー構成なので、慣れてしまえば本当に便利に感じられる部分です。メニューが変わったことでボタン配置も大きく変更されています。これまでのコントロールホイールはなくなって、代わりにマルチファンクションダイヤルが搭載されました。正直最初はかなり違和感があります。ただ僕たちはこの数週間の間でもすぐに慣れてきたので、ここも欠点というよりは慣れが必要な部分であると、そういうふうに捉えています。マルチファンクションダイヤルを押し込むことでメニュー内部に入らなくても撮影画面の上下左右に表示されている設定を直接切り替えることができる、そんな便利な設計です。さらに BIG6 も搭載されているので、主要な撮影設定を一括で確認しながら直感的に切り替えることもできます。今回の撮影では全てを G マスターレンズで撮影していたので、F 値の操作で困るという場面はほとんどありませんでしたが、 FX5 には回転式のダイヤルが2つしかないので、全てをカメラ側で操作したい場合はカスタムボタンに割り当てるなどの工夫が必要になるかなと思います。FX3 では回転ダイヤルが3つあるので、シャッタースピード、ISO、F 値をカメラ側で制御することができます。とはいえシネマカメラとして考えると、シャッタースピードではなくシャッターアングルで運用することで頻繁に変更する項目を減らす、そういう設計思想なのかもしれません。FX3 や α7S3 ユーザーがいきなりブラーノやベニスを使うと操作性の違いに戸惑う場面が多いかと思います。
でも FX5 を日頃から使っていれば、いつか大きなプロジェクトでブラウンやベニスのようなハイエンド機を使う時にもとてもスムーズにオペレーション化できるはずです。ソニーさんも FX5 は FX3 のような小型動画機とブラウンのようなハイエンド機をつなぐ架け橋のような存在になってほしい、そういう風に話されていました。実際に使ってみるとその言葉の意味がよく伝わってきます。先行のレビュー動画を制作するにあたって主観的で感情的な意見を言うのはあまり良くないということは分かっています。でもこの FX5 を一言でまとめるなら、本当に素晴らしいカメラです。決して完璧なカメラではありません。そして価格も決して安くはありません。FX5 の価格はこちらです。それに対して FX3 の価格は約52万円です。この価格差を考えると、全ての人に FX5 をお勧めできるというわけではありません。この差額があれば G マスターレンズを1本追加することができる価格ですから。実際にソニーはこれからも FX3 も売り続けていくんだと思います。それ自体はすごく納得ができます。だからこの FX5 が出たからといって FX3 や α7S3 の価値がなくなるというわけではありません。FX3 や α7S3 で映像を作ってきた人たちが一歩先に進むための新しい選択肢です。この FX5 はそういう立ち位置なんだと僕は捉えています。そしてこのレビューは僕たち秋葉ムービーにとって本当に大きな挑戦でした。チーム全員で全力で本気で一本作品として仕上げました。ここまで動画を見てくれて少しでも楽しんでもらえているなら、それ以上に嬉しいことはありません。僕らのハネムーンももうそろそろカメラを置いてその場の景色をこの目に焼き付けたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。